こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。そのノートはあなたのですか？そのノートはあなたのですか？そのノートはあなたのですか？ Is that notebook yours? そのノートはあなたのですか？私の犬は小さくてかわいいです。私の犬は小さくてかわいいです。私の犬は小さくてかわいいです。My dog is small and cute. 私の犬は小さくてかわいいです。朝ごはんを食べて学校へ行きました。朝ごはんを食べて学校へ行きました。朝ごはんを食べて学校へ行きました。I ate breakfast and went to school. 朝ごはんを食べて学校へ行きました。冷蔵庫の中に牛乳があります。冷蔵庫の中に牛乳があります。冷蔵庫の中に牛乳があります。There is milk in the refrigerator. 冷蔵庫の中に牛乳があります。今日は天気が良くて気持ちがいいです。今日は天気が良くて気持ちがいいです。今日は天気が良くて気持ちがいいです。The weather is nice today and it feels good. 今日は天気が良くて気持ちがいいです。すぐに先生に電話してください。すぐに先生に電話してください。すぐに先生に電話してください。Please call the teacher right away. すぐに先生に電話してください。父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。My father is drinking coffee while reading the newspaper. 父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。先生は学生に親切に説明してくださいました。先生は学生に親切に説明してくださいました。先生は学生に親切に説明してくださいました。The teacher kindly explained to the students. 先生は学生に親切に説明してくださいました。旅行の前にチケットを予約した方がいいです。旅行の前にチケットを予約した方がいいです。旅行の前にチケットを予約した方がいいです。You should book tickets before your trip. 旅行の前にチケットを予約した方がいいです。早く寝れば明日は元気になるでしょう。早く寝れば明日は元気になるでしょう。早く寝れば明日は元気になるでしょう。If you sleep early, you'll probably feel better tomorrow. 早く寝れば明日は元気になるでしょう。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。そのノートはあなたのですか？私の犬は小さくてかわいいです。朝ごはんを食べて学校へ行きました。冷蔵庫の中に牛乳があります。今日は天気が良くて気持ちがいいです。すぐに先生に電話してください。父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。先生は学生に親切に説明してくださいました。
旅行の前にチケットを予約した方がいいです。早く寝れば明日は元気になるでしょう。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。そのノートはあなたのですか？そのノートはあなたのですか？私の犬は小さくてかわいいです。私の犬は小さくてかわいいです。朝ごはんを食べて学校へ行きました。朝ごはんを食べて学校へ行きました。冷蔵庫の中に牛乳があります。冷蔵庫の中に牛乳があります。今日は天気が良くて気持ちがいいです。今日は天気が良くて気持ちがいいです。すぐに先生に電話してください。すぐに先生に電話してください。父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。父は新聞を読みながらコーヒーを飲んでいます。先生は学生に親切に説明してくださいました。先生は学生に親切に説明してくださいました。旅行の前にチケットを予約した方がいいです。旅行の前にチケットを予約した方がいいです。早く寝れば明日は元気になるでしょう。早く寝れば明日は元気になるでしょう。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。彼女は歌を歌いながら料理しています。彼女は歌を歌いながら料理しています。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。